皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国による香港弾圧、国家安全維持法による逮捕者が続出しているというニュースについて取り上げていきます。特に今回大きな話題となっているのは、民主化運動の中核的な人物、周庭ことアグネス・チョウさんが逮捕されたことや、中国共産党に対して厳しい立場をとっていた報道関係者が逮捕されたことによって大きな注目の的となっています。特に周庭さんの場合は、解放を求めるフリーアグネスといった言葉がインターネット上で多く取り上げられ、ツイッターなどではトレンドワードとして上がってきていました。それではまずは関連ニュースをどうぞ。香港雨傘リーダー、周庭氏逮捕、国安法違反、民主運動家で初。香港警察は10日夜、2014年の香港民主化運動、雨傘運動のリーダーだった周庭、アグネス・チョウ氏を香港国家安全維持法違反容疑で逮捕した。6月30日に施行された国安法の違反容疑で民主化運動の主要人物が逮捕されたのは初めて。国安法による弾圧が本格化し、主要メンバーの逮捕が相次ぐ恐れがある。周氏の詳しい容疑は明らかになっていない。周氏は雨傘運動の際、民主化運動の女神と称された。流暢な日本語を使い、香港民主化運動の理解を求める講演を日本で行ってきた。日本では知名度の高い周庭さんの話がメインになりがちですが、今回の逮捕劇には非常に大きな動きも同時に起こっています。香港反中国史創業者ら国安法違反で逮捕、息子2人も本社捜索。香港警察は10日、外国勢力と結託して国家の安全に危害を加えたなどとして、香港市貧華日報、アップルデイリーの創業者、ジミー・ライ氏と、同氏幹部ら少なくとも7人を、香港国家安全維持法違反などの容疑で逮捕した。同氏は香港政府や中国共産党への批判的な論調で知られる。警察は同日、同氏を発行するネクストデジタル本社を家宅捜索した。ジミー氏の息子2人も逮捕された。この日の捜査は香港警察内に設けられた国安法部門が指揮した。実業家のジミー氏は、香港民主化運動の有力な支援者。6月30日に施行された国安法の違反容疑で、民主化運動の主要人物が逮捕されたのは初めて。主要メンバーの逮捕が相次ぐ可能性がある。ジミー氏は昨年、アメリカでペンス副大統領やポンペオ国務長官らと面会。中国当局は反政府デモの黒幕、民族のクズ、米英の倉庫などと非難していた。中国香港当局は、トランプアメリカ政権による香港の林鄭月娥行政長官ら高官への制裁発動にジミー氏逮捕で応じた。アメリカなど国際社会のさらなる反発は必至だ。今回国安法に基づいて逮捕された人物のその中心的な人物として2人の名前が挙がっています。まず民主化運動の中核的人物であった周庭氏、そしてもう一人は報道機関のトップである HA ジミー氏です。まず第一に、周庭さんの場合は明らかに民主化運動を抑えるために中心的な人物を抑えれば、その他の人々がいわば恐れを抱いて民主化運動への参加というものをためらうようになるだろうといういわば脅しをかけている状態です。一方で、報道機関のトップやその関係者らを逮捕しているのは、これは明らかに中国共産党に対する批判的な記事を書くような報道機関については、その会社ごと潰しにかかるぞという明確なメッセージを発しています。しかし、今回逮捕された人々が、では法律に違反していたかというのはかなり疑わしいものがあります。特に報道機関の方について言えば、報道内容に文句があるから全員を捕まえるというのは中国共産党らしいなと思うのですが、一方で周庭氏に関しては、国安法が成立以後というものはどちらかというと活動がおとなしくなっていました。Twitter や YouTube といった中国国外への呼びかけができるツールはあるのですが、その中において政治的なメッセージとして中国共産党を強烈に批判するような動きというものはありませんでした。ですから法律が制定されてからの行動を見れば、今回のような逮捕につながるとはとても思えません。しかし中国共産党の場合、そういった法律に照らしたらというのはかなり意味がないことでもあります。彼らにとってみれば、法律というものは確かに逮捕するための裏付けではあるものの、実際に逮捕するときには罪状については後でどうにでもなるというのが中国共産党の一つの特徴とも言えます。また逮捕した後のその裁判においても公平な裁判が行われるかといえばそういったわけでもありません。
国家安全維持法に基づいて逮捕された人物についてのその裁判が非公開であるという話があります。ですから、その裁判の内容というものが本当に公平に行われたかというのはかなり疑問があります。むしろ捕まえた側の当局側にとって非常に都合のいいように全てが仕組まれていると考える方が自然でしょう。ただ、周庭氏の場合は知名度が非常に高いということもあり、彼女の命が奪われるという可能性は私は低いと思っています。しかし同時に非常に想像したくない未来というものもある程度は予測せざるを得ません。それは命は奪わないが彼女の思考そのものを奪ってしまう可能性があります。収容されている期間、彼女が一体どのような目に遭わせられるかというのは筆舌に尽くしがたいものがあるのですが、出てきた時には薬物の影響などによってもはや自分自身の意思というものをまともに表明することはできなくなるように人間が根本から破壊されている可能性があります。もしくは明朗快活に話すことはできるかもしれませんが、思想教育を施された後でもはや民主化運動に対する熱意というものは全くなく、むしろ中国共産党を礼拝する人物として生まれ変わった形で出所してくるかもしれません。ただ、今回のこの措置によって香港の人々が恐れおののいて民主化運動に対して絶望しているかといえばそういうわけでもありません。例えば、今回の社長が逮捕された報道機関の株価については、この会社をみんなで支援すべきだという呼びかけに応えて投資家らが株を買い付け、そして大きく株価が上昇しています。また、この会社が発行している新聞について言っても、この会社をみんなで支持しようということから発行部数は10万部から55万部へと増刷されて、多くの人々が新聞を買い求めるような状況になっています。このような現地香港での動きというものは、しかし残念ながら国際政治上においては海外からの力を頼りにするほかありません。ですが、今回の逮捕劇を見ればわかるように中国共産党は世界から非難が集まるということを前提にしているでしょう。つまり、中国に対する制裁などは実質的にはほとんど行われないだろうということを高をくくっている部分があります。例えば、アメリカが中国に対する制裁をかけるとき、一体どのようなものが一番効果があるかといえば、それは香港に対しては、香港ドルと米ドルの交換について凍結措置をするということです。この措置をすれば香港の経済というものは、ある日突然終わりを迎えるような話になります。もちろんこのようなことが起こらないだろうと中国共産党の側が思っている理由というのがあります。それはアメリカの企業もこの香港や中国大陸に対しても非常に多く進出しており、これらの企業が引き上げない限り大きな制裁をかければ、それによって中国に進出したアメリカの企業そのものも同じようにダメージを受けてしまうからです。ただ、今回の行動を見てトランプ大統領が快く思っていないことは確かでしょう。ですから、自国の企業にダメージが出ないようにするためにも、ある程度周知徹底しつつ、時間を稼ぎつつ、制裁を段階を上げていくということは十分に考えられます。一方、それでは日本はどうすればよいでしょうか。今回、菅官房長官はこの件に関して懸念を表明しています。しかし、懸念を表明しただけでは何も事態が変わらないというのは皆さんもご存知の通りですし、私自身もそのようなことをしても形だけであって何の効果もないということを批判せざるを得ません。では日本政府は何をすればよいでしょうか。私の提案はアメリカが作った香港人権法にあたるものを日本でも制定すべきだと考えます。香港における人権弾圧の状況というものを監視し、その状況が悪化すれば香港当局やもしくは中国共産党のその高官らに対する制裁を行う。もっと状況が悪くなれば中国共産党のその党員全員を対象とするような制裁へと発展させる。そのような法律を日本の側で作り、その法律に基づいて中国側に対する制裁を発動するというのが一つ筋道としては正しいでしょう。ただし制裁をかけるのであれば私はそこに一工夫をかける必要があると思います。一体どのような制裁内容にするか。それは日本における資産の凍結没収という内容を盛り込むことです。香港政府当局者だけであれば、その資産を差し押さえるといっても実際的にはかなり少ないでしょう。もしかしたら全くないかもしれません。しかし、制裁の段階を上げるときにおいて、例えば香港当局だけではなく、北京政府関係者、そしてその先にあるのは中国共産党の構成員全員という形にすれば、数億人の人たちがこの制裁対象となり、そして日本における彼らの資産というものは十分に制裁に値するような非常に大きなボリュームを持つことになるでしょう。皆さんもご存知のように中国側から日本の土地の買い占め問題などは
大きな問題として何度となく取り上げられています。しかし日本政府の側は、それらに対抗するための政策というものが十分に打てていないということも、日本政府への批判の対象となっています。ですから今回のように香港における人権問題が発生しているこのことに対する批判をすると同時に、日本国内の守りを固め、日本国内における中国の影響力を下げるためにも、こうした実施さえすれば非常に大きな効果を持つ本当の意味での制裁案というものを日本政府は準備すべきだと考えています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことをお考えになったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして私の意見に賛同してくださる方はぜひとも SNS 等での拡散をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。